ててててれれてて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 。皆さんごきげんよう。こちら開けましょう。じゃーん。かっこよせーの。ふにゃふにゃふにゃ。おお。でかいわ。本当の新品状態初めて見た。皆さんこんにちは、さおりです。はい、改めてこちらじゃーん、 DJI アグラス T70P です。この T70P 使って一発目、まだね畑が雪に覆われているということで融雪剤を散布しますというか散布してきましたなのでその様子をご覧ください。どうぞ。それじゃあ早速この T70P を使って融雪剤をまいていこうと思います。今日散布するのはこの今ね見えている畑なんですけど、だいたい作付け面積が3ヘクタールちょっとあります。で今回は液体融雪剤 SR ブラックと言われるものと流剤融雪剤、これは春一番っていうもの、この2種類を使ってだいたい 1.5 ヘクタールずつくらいで散布を行ってみようかなって思います。でなんでここの畑に融雪剤をまくかっていうと、この3ヘクタールの畑が、今年は小豆とか絹さや、そしてかぼちゃを植える畑になります。で特にですね、ここの畑石が多いんですよね。なので、4月中旬くらいから畑作りを始めるんですけど、その時にまず石取りをストーンピッカーで行って、その後に鶏粉をまこうっていうふうに思ってるので、なるべくこの雪を早く溶かしたいんですよ。なので今回はねここに散布を行います。じゃあね、まず液体からやっていきます。じゃん、こちら SR ブラック、炭のような感じの真っ黒いものなんですけど、これを使用していきます。うわ、このなんか新品が黒くなるのやだな。ちなみに SR ブラックは18リットルと3リットルで販売がされてます。これはね、モノタロウで買いました。だいたい今回は24リットルかな入れる予定なんで、18リットル1本と、あと3リットル2本で合わせて24だよねって感じで入れます。今回使用する SR ブラックはドローン散布の場合、希釈倍数が1から2倍、そして 0.1 ヘクタールあたりの散布量は2から4リットルが目安になっています。きやー、ワンピース終わった。散布の準備ができました。散布の前に補助登録を行うんですけど、これはね昨日家で済ませてあります。一応ねこう T50 とか違う機体からこう新しくその機体に補助を同期してデータを移すことも可能で、今回この畑がまだ登録されていなかったので改めてね補助登録を行ってます。で最初飛ばす時タンクからノズルの間のホースが今空っぽの状態なので、先にね一度その場所で散布を行います。あ、来たっぽい。来た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 。左出てないな。左が出てない。いいよ、これでいいよ。ちょっと空気がね入っていたみたいで、エア抜きもして準備完了です。ということで安全のためにヘルメットかぶってシャキーン。うわ、久々すぎて緊張する。ていうか新しい機体だからめっちゃ緊張する。
この畑見えるかな、あっちにねちょっと建物があるんですよ。その奥に飛んでいくので心配。開始しようと思います。いきますね。大丈夫かな。泥まみれじゃ。はい、液体融雪剤の散布が終わりました。この 1.6 ヘクタール終わらせるのに、薬剤は1回も入れずいけて、バッテリーはね1回交換しました。今度流剤行っていきます。この液体のタンクから流剤用のタンクに変えていきます。で、少し見づらいんですけど、このバッテリーのとタンクの間、ここつながってるんですよね。わかるかな。ここがタンクですね。タンクについてる部分で、ここから上がって、でこのホースつながってのこっち行きのこのねノズルの方につながってるんで、多分ここを取ってあげることでタンクが外れると。ああ、来た外れた。でこれもキャップになってんのかな。キャップだね。これでもう取れるんだろうか。あ、取れるわ。あ、よいしょ。取れました。オッケー。よし。行くぞ。きや。あ、来た。ここ。上からねただスポッて入れるだけなので割と簡単です。あとは重量センサーが、3箇所ですね。左右と後ろとこんな感じでねこう乗っかるようになってるので、それで重さを測ってくれるっていう感じです。流剤タンクの中にはオーガと呼ばれるスクリューが入っていて、回転することで流剤を一定量ずつ送り出す仕組みになっています。はい、流剤タンクに変えてちょっとねもう雪が溶けてぐちゃぐちゃなのでリフトが入れるところまで移動してきました。でここにあるのが次に巻く流剤融雪剤春一番っていうものになります。本当はねこう20キロの袋とかをザーって入れるのが理想なんですけど、今回500キロパック500キロのフレコンパックのもので購入をしているので、リフトで釣って少しずつ入れていこうと思います。流剤タンクも70キロですね、入るのが。で今回 0.1 ヘクタールに対して30キロ散布を行っていきます。で、先ほども言った通りだいたい3ヘクタールの畑を半分ずつ液剤と半分ずつ分けて使うので、だいたいね、1.4 から5ヘクタールくらいまくっていう感じですね。
はい、準備できました。今回からキャリブレーションが必要なくなって、自動でもう散布しながらやってくれるっていう感じになってます。前は、初めて使用する場合は最初にこう肥料を入れてっていうね、測ってどのくらい出るかっていう調整をしてから実際に散布だったので、ちょっとね時間がかかってたんですけど、それがねすごい楽になりました。じゃあ早速飛ばしていきます。いきます。1回目今ね終わりました。あっという間でしたね。はい、これ3回目です。今だいたい本当は70キロ入るんですけど、66くらいですね、入れてるのが。今4回目終わりました。なので280キロ、そんなもんかなくらい散布しました。あっという間にいっぱいになるのでドキドキです。70キロまで入るんですけど、あんまり入れるとオーバーしたらめんどくさいので、ここなんか閉まんないぞちゃんと。はい、次5回目ですね。本当にねあっという間に帰ってくるので、また液体の時とは違いますね。割とこんだけ巻くんだったら、このフレコンパック、大きいフレコンパックに入れてちょっとずつ出す方法もありかも。で、今バッテリーを交換しました。これで3本目ですね、バッテリーは。流剤は本当に散布があっという間に終わるし、その分バッテリーもね持ちはいいんですけど、まあ交換も必要になるので発電機を回しながら行ってます。よし、じゃあ続きをやります。やばい。泥だらけ、墨だらけ、真っ黒になっちゃった。はい、無事にね、流剤散布も終わりました。もう、最初の液剤、SR ブラックでめちゃくちゃ真っ黒になって、顔も変になってるし、手もやばい。液剤と流剤巻いて、ドローンでね、上から見た感じ、そんなにね、変わりはなく、とても綺麗に散布できてました。実際にこれ融雪剤、数日見てですね、どんな感じで溶けていくのかっていうのを、液体も流剤もどっちも見比べてみようかなと思ってます。ということで一旦お疲れ様でした。バイバーイ。改めてこのドローンとね、他にもいろいろ届いたので、どんなもの届いたのかっていうのを見ていこうかなって思います。で、
してる方多いと思いますが、こちら農業用ドローンになります。畑に農薬撒いたり肥料を撒いたりっていうことに使用します。改めて羽を広げてみました。大きさが4メートルで、今バッテリーを載せていないんですけど、これで重さがだいたい40キロあります。近くで見るとこんな感じですね。この部分にバッテリーが入るようになっていて、これがタンクです。今ついてるのは液体用のタンクで70リットル入ります。こんな感じで上からね、水や農薬を入れれるようになってます。残った農薬とか水とかを洗い流すときは、この下の部分、ここ開けると、そうだ、あれ入ってんだった、忘れた。まあ出るよっていう感じ。ノズルは機体の後ろ側左右に2箇所ついています。こちらが流剤散布用のタンクになります。同じくね、70リットル、違う、70キロか。70キロ入るようになってます。見た目同じなんですけど、蓋とかね、この中身とかがちょっと違くって、一番特徴的なところで言うと、このオーガっていうものがこの下の部分に入ってるんですけど、こんな感じのね、ドリルみたいな穴開けたりするやつとか、そういう見た目ですね。これでどんどん肥料を送り込んでくれるっていうものになります。 T70P からこのオーガがついてます。これは小型だったかな。今タンクの中にもう一個超大型って言われる、ここの間隔がもっと幅広いものが入ってます。一応その2つが最初ついてくるんですけど、粒の大きさによってこのオーガの大きさも変えていくみたいで、他にもねオプションで 2,3 個あります。ハウスの中だからめっちゃ暑い。はい、お次はこちらバッテリーです。持ってみると、よいしょ、こんな感じ。重さがねだいたい14キロくらいだった気がします。 14.7 だったかな。なので機体に乗せると、50キロちょいっていうところですね。さすがにね一人で持つのは大変なので、この軽トラが前にあるんですけど、軽トラにトレーラーひっつけて、もうこのまま引っ張って移動できるような感じにしてあります。 T50 の時は黒いバッテリーだったんですけど、今回はね白です。白っていうかグレーか。かっこいい。黒もかっこいいけどね。でこのバッテリーをさっきのタンクの前にカチャッとセットして、散布を行うんですけど、もちろん充電が必要です。なので充電器に必要なこちら発電機です。 D12000IEP ということで、約12000ワットの出力ができるというもので、実際にさっきのバッテリーを充電してみたんですけど、10分くらいであっという間に溜まります。一応これが家で充電できるタイプの充電器です。やっぱりねどうしても散布途中で充電しながらやらないと、大きいね畑だと間に合わないので、そういった時にこの発電機を使用します。本当にね冬とか落ち着いて、もう別に充電そんな急がなくてもいいやって時は、さっきの家庭でも使える充電器でもいいんですけど、春からどんどん農作物植え付けをばって、そうなるとねドローンが活躍してくるので、その時期は主にこの発電機を使うかなっていう感じです。はい、これがねついてます、もともと発電機に。なのでこの部分にバッテリーをつないで充電をするんですけど、はい見てください。これがもともと T50 とかに使われてたバッテリーの接続部分です。なんですけど T70P はね全然違うんですね、この部分が。なのでこちら変換コードがついています。これがね T70P の接続部分、こんな感じです。で反対側がさっき紹介した
T50 とかのこの部分にカチャンってはめれるようになってるんですよ。こんな感じでね。これで T70P でも充電できるし、この変換のコードを取り替えれば T50 とか他の機体でも充電することが可能になります。そして大事な送信機。ちなみに送信機のアンテナ、最初撮影用のドローンの時なんですけど、こうやって使ってましたが、本当はこうらしいです。ドローン教習の時に学びました。コントロールについてはこれまでのコントロールと大して変わってません。これでドローンを操縦します。飛ばすって言ってもあんまり自分で飛ばすっていうことないかな。自動で飛んでくれます。基本的にね。あとこれね。これが空冷放熱器って言われるもので、中にバッテリーが2つ入るようになってて、ファンがね回るんですね。バッテリーがどうしても熱くなるので、こう冷やすために使うものみたいです。そんなところかな。あとそう、最後にもう一個だけ私がすごく楽しみにしてるものがあって、ちょっとね今回は使わないんですけど、こちらじゃーん。何だと思いますか？ヒントはこれ。これをつけて使うものなんです。タクチクタクチクタクチクタク。正解はリフティングシステムです。この T70P からついに散布だけではなく物を運べるようになりました。これをね、足の部分なのかな、なんかこう取り付けて、多分ここにね引っ掛けるのかな、物。これを使って物をね運ぶことができるんですよ。すごくない？物を運ぶ専用のドローンとか確かあった気がするんだけど、もう散布もできるし物も運べるようになっちゃう。でも人は運んじゃいけません。はい、もちろんそうですね。なので肥料とか、ちょっとした機械、なんかこういうもの運びますよみたいな例えが書いてあったんだけど、野菜とかも書いてあったので、これを使って近所の方にかぼちゃを届けることもできるかもしれません。ちょっと今回は使わないんですけど、いずれこれを使って物を運んでみようと思います。めちゃくちゃ楽しみ。皆さんお久しぶりです。前回散歩を行ってから6日経ちました。前回融雪剤をまいた畑の現状をお見せしようかなって思います。この前ね散歩を行った場所なんですけど、ぐちゃぐちゃだったのが乾いてます。最近はねもうすんごい暖かいですね。毎日晴れてるし。で畑を見てみると、見てください。あんなに雪があったのにもう地面が見えてます。土が見えています。こっち側が流剤を巻いた場所になっていて、ちょっと遠いんですけど、建物の奥が液剤を巻いています。あっち側を見るとだいぶねまだ白いので、流剤の方がすごく効果が出ているのがわかります。もちろんこれ散布量にもよるかとは思うんですけど、すごいですね。こんなに効くんだ。すごい。やっぱり融雪剤を行ったところはあっという間に雪が溶けてます。もう1日1回2回畑を見るんですけど、
もうどんどんすごいスピードで溶けているのがわかります。もうあとはね、雪が降らなければ順調に4月の中旬くらいから畑作業が行えるかなといった感じです。今回 T70P 初めて使ってみたんですけど、もう液体ももちろんそうですけど、それよりも流剤、やっぱり流剤って散布量がすごく多いので、タンクが大きくなってくれるだけ助かるって思いましたね。今回は新しく T70P を使って融雪剤を撒いてみました。もうだんだん春っぽくなってきましたね。今年も農作業頑張ろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。